こんばんは。坂道凛です。今日はですね、今日プロなんですが、自分で作った問題を、自分で解いていきたいと思います。とりあえずね、グラフの問題なので、私が、得意なタイプの問題になってます。ですが、実装がね、多いなっていう、感じがしてるので、どれだけサクサク、実装できるかなっていう感じです。なちゃんさんこんばんは。いらっしゃいませ。木の統計正判定なんです。そうです。それはね、そこはね、多分ね、そんなに難しくないと思って私はいるんですが、本当かなという、感じがあります。コンゴさんこんばんは。いらっしゃいませ。自分で問題を作って、自分で解いていく、マッチポンプ配信に、なっております。じゃあ早速マッチポンプしていきます。まず問題文。フォレスト、フォレストオアノット。森か、それ以外か、です。問題文。N 頂点 M 辺の単純無効グラフが与えられます。I 本目の辺は頂点 AI、BI を結びます。ここでは同型の3つの木からなるグラフを森と呼ぶことにします。オリジナルの定義です。グラフが森か、判定してください。という問題です。制約は、M と N、頂点と辺の数は、10の5乗以下。で、辺は、必ず、頂点を結んでいる。です。で、入力は、N と M と AB が、順番に与えられます。で、出力は、グラフが森ならば、イエス。そうでないなら、ノーを出力してくださいということになります。はーい。というわけで、とりあえず、木とは何だっけっていう話ですが、単純無効グラフが何かという話からかもしれないですが、まず、無効グラフは、あれかけない。無効グラフは、双方向に矢印がこういうのが、ないやつですね。で、単純グラフは、こういうのもないやつです。で、あとは、これが木かどうかっていう話ですが、これは木ではないです。木は、ループは、してはいけません。ゆいさんこんばんは。いらっしゃいませ。今日プロ配信がトレンドで聞いて、あれですよね。兄じゃ弟じゃの。兄じゃ弟じゃ。二人で今日プロ配信してほしいな。と思ってます。プロの、配信者の、技をね、盗んでいきたいなと思います。ていうかね、最近なんかね、まあ、いっか。やめとこう。他の YouTuber の話をしても仕方がないから、やめておきます。で、木の条件っていうか、そもそも木って、まあ、こういうタイプのやつです。これは、完全に分岐ですが、絶対にこういう
こういうやつがないやつが、気になります。で、その判定ですが、とりあえずこれ、連結だったら、ノードの数 N が、辺の数、引く1に、等しいです。なので、これで、グラフがあったときに、連結グラフがあったときに、それが木かどうかはわかります。残念ながらね、私がね、今日プロ配信のパイオニアになるかというと、そんなことはなく、パイオニアはすでにたくさんいて、一番長くやってるだけみたいな感じになってます。で、とりあえずこれで、木かどうかっていう判定はできるので、森の条件、あとは、同型である、そして、3つ木があるっていう話なので、とりあえず3つ木があるっていう、ところから解決しておくと、木があるというか、3つの、グラフがあるっていうのを考えておくと、まあ何でもいいんですが、こんな感じ。これは、連結成分が3つあります。んで、連結成分が何個あるかっていう話は、みんな大好きな、ユニオンファインド。ユニオンファインド。これでわかります。なので、最初グラフは、どれがつながってるか、わかんないですが、ユニオンファインドで、1本ずつ辺をつなげていくと、何個の、連結成分かがわかります。なので、これが3であることが、必要になります。で、最後に、同型なんですが、同型な木っていうのは、まあ当たり前ですが、これと、これは、同型です。で、これとこれは、同型ではありません。ただ、別に、見た目の形はどうでもいいので、これは、同型です。なので、なんかどっか、基準にする場所が決められれば、その子供の数が一緒かどうかっていうので判定をしていけます。どうしようかな。これがスタート地点っていう、熱気、ちょっとこれ分かりづらいな。熱気機。このスタート地点が、決まっている木をとりあえず考えます。その時に、まあこんな感じで、木があり、これが、同型であるかっていう話ですが、これは同型です。この順番が入れ替われば同じになるので、これは同型です。で、それをどうやって判定するかですが、ボトムアップ的に、機能法的に考えれば多分、できるような気がして、この部分器、少なくとも、一番下にくっついてる。これ、1個だけの時は、1個だけの、
グラフとは常に同型です。なので簡単に判定ができる。で、子供が1個だけついているレベルの次のこういうキーを考えたときに、子供の数が一緒だったら、この部分岐は、同型になります。なので、こことここが同型な、わけですが、なので、この1個単位のこれに、まず名前をつけ、子供を2個持っている、木っていうのにも、名前をつけるっていうことを順番にしていけば、この一番上の、ところまで見たときに、この子供を2個持っている木と子供を、持っていない木を、1個ずつ持っている、木ですよっていうのがこれの名前になります。そういうルールで考えると、ここに、子供を2個持っている木があって、子供を1個持っている木があります。なので、この木は当然、持っている子供が同じなので、同型ですっていうことが言えます。っていうのを、どうやって、実装しましょうかっていう、お話なんですが、このC++ じゃない人は適宜読み替えてほしいんですが、マップっていう、便利な、ものがありまして、マップって任意の何かものに対応づけて、値を管理できます。なので、このグラフ、こういう形のグラフですよっていう、それを、ここに入れて、それが、子供として、何個持ってますかっていうのを、値として、管理してあげると、部分岐の名前を、ユニークに、同じ形の同型の部分岐の名前を、ユニークにつけることができます。これ、ここの中身が爆発しそうなイメージを、持つかもしれませんが、常にこの部分岐には名前がついてるので、この、とある子供から見た子供は、この直接つながっているやつだけ数えればいいです。A っていう名前の部分岐と B っていう名前の部分岐があるので、それが1個ずつっていう A だけの管理でできます。説明が下手。何を言っているのかわからない。わからないかと思いますが、いや、すぬけさんは、偉大ですね。これもう1個増やしたら話わかりやすくなるのかな。これ仮にここにこのタイプのキーがもう1個ついてたら、もうこの A っていうタイプの部分岐が2個あって、 B っていうタイプの部分岐が1個あるっていう、3つの子供のことだけを考えればいい。この下の子供のことは、これは2個の、子供を持ってるのが A という名前っていうのを、下から順番に定義しているので、常に、自分の直接の子供の種類だけを、
見ていればいいっていうことがわかります。なので、名前つける順番は当然、この一番、最小の、部分器の一人ぼっちの、木が、まず最初に、0とか、名前がついていて、で、その次に子供を、1個なのか2個なのか知らないけど、1個上のレベルの、部分器に、順番に、これまでに、見たことがない形の部分器だったら、名前をつけていきます。っていうのを、マップを使うと、簡単にできます。っていうので伝わったかな？伝わったと信じております。で、今これ、問題を簡単にするために、この、目が決まっていて、ここから、比べてみて、同じかどうかっていうのを見たんですが、このグラフは基本的には目というのが決まってないので、回転させると木として同じになるっていうことが起こります。お前は何を言っているんだっていう話ですが、さっきのグラフが同じですかっていう話の時に、例えば、こういうグラフ、ここを2だと思った時のグラフと、さっきの1回書いたけど、ここが2だと思った時の木があって、さっきのアルゴリズムだと、これ別々の木ですっていうお話になるんですが、これ見てわかるように、根の位置がずれただけで同じ木です。なので、さっきのアルゴリズム、不完全で、一番単純にやると、根を全パターン試さなければいけないっていう、計算時間が終わってしまうんですが、そこで、木の中心っていう概念があります。で、ここが多分、木の中心を知ってますかっていうのが、私これ、作問していて、一番難しいポイントなんじゃないかと思っているんですが、単色コーダーの方は、どう思われてるでしょうか？木の中心って、なんかあんまり馴染みのない概念ですが、木の中心の前に木の直径っていう概念があって、木の直径っていうのは、この木の中で一番長いパスのことを木の直径って言います。なので、こっから1、2みたいな、2がこの木の直径になります。これ実際これちょっと短いので、なんだかよくわかんないですが、本当はこんな感じに、こっちもこんな感じになってて、これだと、木の直径は3です。で、これも、木の直径は、こんな感じになって3です。で、木の直径が、分かったら、木の中心が分かって、ちょっとこれ、3にしたから失敗したなと思ってるんですが、これ、木の中心、ここになっちゃったんで、ちょっとやりづらいんですが、少なくとも、こっちか、こっちが、中心の、頂点になります。こっちも、これか、これが、中心になります。で、
木はなんかわかんないけど、中心からぶら下げたら全部バランスが取れて、そこを何すると同型か判定できるよねっていうことがわかります。直径のところが、当然一致しているので、あとは他のところが一致するかどうかっていう話で、それって真ん中のところで、ぶら下げてあげれば一致するよねっていう話になります。ちょっとこれ直径が奇数なので、これ中心らしきものが2個あって、どっちを中心だと思ってやればいいかわかんないので、2パターン、確認する必要があります。なので、こっち側を中心だと思って、ここと中心だと思って比べるっていうのが1パターン。で、もう1パターンは、ここを中心だと思って、ここを中心だと思って比べるっていうのが、もう1パターンになります。で、どちらかで、同型だっていうことが、分かれば、その木は、同型になります。で、これ、木が3本あっても、話は一緒で、ここに、3個目の木が、あって、で、ちょっともう色がないけど、ここと、この中心に、なりそうなところを比べればいいので、合計4回、同型の判断をすれば、3つの木が同型かどうかがわかります。というので、だんだんこの問題の、解法が、分かってきていただけたでしょうか。なので、この問題の、やりたかったのは、グラフが与えられます。グラフが、頂点がまず N 個与えられます。そして、M 本の辺が与えられます。これで。はい。で、この時に、このグラフは、まず、3つの連結成分から、なっていることがユニオンファインドでわかります。で、次に、各、個別の連結成分について、頂点の数 N と辺の数 M から1引いたやつ、が、イコールになるかどうかで、それぞれの、連結なグラフが、木かどうかがわかります。これ問題文が、単純グラフになっているので、それだけのチェックで大丈夫です。もし単純グラフじゃなかったら、自己ループがないかどうかも、別にチェックをしてください。で、最後に、それぞれが、木だということが分かったら、それが、同型かどうかをチェックしていきます。なので、今回の場合これ木の中心が1個しかないので、ここしかないので、必ず、この真ん中のところを、目として、合計で、2回調べれば全部が同型かどうかがわかります。とい
いうのを、実装したら解けるということが分かりました。なので、これで、実装に移ることができます。一応これ作戦をまず書いておきます。ユニオンファインドで、連結、成分の数を数える。これがまず、一番最初にやることです。で、連結、成分が、数が3でなければ、のです。で、次に、各、連結グラフについて、来かどうかを確認する。来であれば、n イコール m-1 なので、そうでなければ、ノーになります。です。次です。これで、全部の、グラフが木であることが分かったので、この後、統計かどうかを調べます。ちなみに、今日プロでは別にやらなくてもいいんですが、そもそもこれ N の数とか M の数が違ったら、統計であるはずがないので、そもそもそこで、チェックして終わらせた方が、効率はいいと思います。マラソンとかでなんかこういうのが出たら、そういうところで、時間を稼いでください。で、次に、統計かどうか調べるんですが、熱機器熱機器根がついている木しか、調べられないので、木の中心を調べます。なので、そのためにまず木の直径を、求める。これはDFS で距離を求めればいいです。ちなみに、とある、X から、一番遠い、Y から一番遠い、Z があったとき、Y と、Z、を、結ぶ。それが直径です。なので、y-z の、長さの、割るにしたところが、中心です。で、最後に、この中心を使って、3つの木の確認します。というのが、これから、実装しないといけないことです。この後1時間あるので、実装できるかなと思います。ナテさんありがとうございます。ずっと私むちゃくちゃこと言ってた。N-1 が M です。ありがとうございます。もう一回、木を見ながら、この木には、
まず、頂点が、1、2、3、4、5、6、7個。7個あります。で、辺が、1、2、3、4、5、6個あります。なので、辺の数の方が少ないです。なんかずっと逆なことを、言っていたような気がします。ありがとうございます。はーい。ということで、実装していきたいと思うんですが、皆さん熱機器の同型判定が一番気になってますよね。それできるんかいなって思ってますよね。他のやつはだいたいなんか話を聞いたらそうかなっていう気分になったと思うんですが、熱機器の同型判定できるのかなと、疑っておられると思いますので、あらかじめこちらに作っておいたものがあります。これから実装するぞって言いながら、あらかじめ、作って、ツイッターにも貼っておいたものがあります。なのでね、まずこちらを使って、本当に熱機器の同型判定は、この何行かな、1、2、1、2、3、4、5、6、7、8行ぐらい、8行で、熱機器は、同型であるかどうかを判定できるのか、見ていきたいと思います。で、一応これ、入力が、ちょっと待って、入力どこやったかな。入力なくした。入力なくしたけど、書きます。まず N があって、こんな感じ。0から始まって、1から2、そして、0から3なので、なんかバランスの悪い、木です。で、2本目の木を、どうしようかな。0で1で、0で2で、2で3、です。なので、足の向いてる方向が、若干違います。絵を描きましょうか。これもいらなくなったので、消して、左側の木、上側の、なんでいいや。1個目の木が、まず、0番があって、1番があって、2番があって、3番があるやつ。で、もう1個が、0番があって、1番があって、2番があって、3番があるやつです。これは同型です。なみけみけさんこんばんは。いらっしゃいませ。失敗した。飲みながら見てるにゃー。誰だ飲みながら見てるにゃー。ドラ猫感が出てしまった。はい。私はね、今日はね、飲んでないです。飲みたかったけど、飲んだら、ぐにゃぐにゃになると思ったので、飲んでないです。というわけで、2本の木を作りました。そしたら、とりあえずこれ、入力関数にしてあります。簡単なように。N を読んで、グラフの、ベクターイントを作っておいて、で、今回木だって分かってるので、
M は N-1 です。で、読んできて、グラフのデータ構造を作っておきます。なので、これで、さっきのテキストが読めるようになってます。で、ここからが本番ですが、これが、熱機器の、同定同型判定マシーンです。これ、再帰関数になってます。さっき説明したように、部分機に順番に名前をつけていって、で、最終的に、全部くっつけたやつにも、名前をつけて、名前が一緒だったら、同じ統計の木なので、っていう感じです。私、ウサギだから、猫の真似が苦手。じゃあ、ウサギだから、ウサギって鳴くのかな？なんかね、鳴くらしいんですよ、ウサギって。あんまり可愛くない声で。聞いたことないんですけど。らしいです。なので、私が泣くと夢が壊れるかもしれない、ウサギの。じゃあ、この関数、説明しますね。順番に、部分機に名前をつける。で、知らない部分機があったら、名前を割り振っていくっていう考えです。で、この関数が名前を自動的に割り振ってくれるように作っておいて、知らないやつは自分自身に投げるっていうのを繰り返します。酔ったら、猫になるんじゃなくて、虎ですよ、虎。酔っ払いはね、虎だって言うんですよ。多分ね、あれ、古事成語かなんかだと思います。漢文かなんかに、酔っ払いすぎて虎になった男の話が出てくるんじゃないのかな？知らないけど。です。で、ここにまずコードっていう変数を作っておくんですが、これは何かというと、この、マップで表される、自分の子供の一覧を、まずマップで、作ったとして、子供の一覧で親の、部分機の型が決まるので、決まった名前を、返してくれるっていう、マップになっています。で、これ、なんでマップかっていうと、子供の、種類、型が最初のやつで、後のやつは、その子供が、何人いるかっていう、やつです。なので、これ、マップじゃなくて、セットにして、同じ子供がいっぱいいたら、マルチセットにして、同じ子供がいっぱいいたら、それで管理してもいいんですが、同じ子供は、数をまとめた方が、絶対計算が早いので、マップで管理します。というわけで、とりあえず入力で、グラフの、構造が入ってきて、とりあえず、これノード、ルートの、根のノードを、0っていうことにしてあります。で、親のノード、スタート地点は親がいないので、マイナス1にしておきます。で、その、今のノードのすべての子供について、子供についてなので、親だったらそれは気にしないで、コンティニューで、すべての、子供について、なんだっけ、その名前を、これ合ってるかな？合ってる合ってる。これのリターン、
これのリターンが、そもそも、これのリターンが、その部分記の名前を、返すように、実装することに最初に決めたので、子供、NEXT っていう子供の、名前は、何ですかっていうのを、自分自身に、聞きます。で、これで、子供の名前が、将来的にわかるはずなので、名前がわかったら、自分の子供リスト。この添付は、自分の子供リストです。子供の名前を、マップに入れていきます。なので、太郎っていう名前の子供が、名前じゃないな。タイプだからな。個人だからな。ピカチュウが、一匹、子供にいます。っていうのを、NEXT、全部の子供についてやります。そしたら、ピカチュウ、人影、ゼニガメみたいな感じで、子供の名前が分かって、数が数えられます。で、この子供の、種類と数を全部数えたら、そういう子供を持ったポケモントレーナー、部分機は、過去にいたでしょうかっていうのを、このグローバル変数に問い合わせます。ここの、カウントっていうのは、これがキーに、マップのキーにあったら、まあ1が返ってきて、なかったら0が返ってくるので、過去に、こういう子供を持った、ポケモントレーナーは、いませんでした。0ですっていうことになったら、新規で、そういうタイプの、ポケモントレーナーを登録します。んで、ユニークな名前を付けたいので、何でもいいんですが、1ずつ増える値がいいなということで、このコードのサイズを、その新しいタイプの部分機に、つけてあげます。これ別にユニークなら、何でもいいです。サイズが多分これ毎回、1ずつ増えるので、簡単かなっていうお話です。なので、これで知らない部分機には、新たに、名前がここで全部つくので、ここで、この今自分自身の名前は、リターンで返すことができます。当然ですが、過去に同じタイプの、部分機があったときは、これが1になるので、ここで新しく勝手に、名前を増やしたりはしなくて、これを、更新じゃないや、出力することができます。なはるんさんこんばんは。いらっしゃいませ。ね、マルチセットとか、マルチなんとかの時は、要素数が1以外になるので、遅くなるんですが、マルチじゃない時は、1個しかないので、多分変わんないです。定数時間変わるかもしれないけど、探しに、1回見つかったら、それ以降探しに行かないかもしれないけど、どっちみちこれ、二分探索で探すので、変わらないです。というのが、この、マップの特徴になります。これ多分ね、アンオーダードマップとかとまた話は違うのかな。いやでもな、マルチじゃなければ、多分変わらないと思います。という感じで、実装ができます。というわけで、実際に、
今実際に試してみましょうって言おうと思ったんですが、私のこの配信環境、皆さんに実行結果が見えないことで有名なので、このインプットを入力して、これ答えイエスになるんですね。これ最後グラフ1っていうかまあグラフでいいや。グラフ1とグラフ2が同じタイプの名前にマッピングされましたねっていう時はイエスで、違ったらノーなので、これは同じタイプの統計の木なのでイエスに実行結果がなってますなっていると言い張っているだけの人になってますが、なってます。ちなみにこれここを0にするとこれ統計ではなくなるので、実行結果がノーになるはずで、ノーになってます。ノーになっていると言い張っているだけですが、なってます。というわけで、この待ち受けを足らずぐらいで、熱機器の、統計判定ができるというお話でした。ということで、これで、これが終わったので、あとは他のところを実装していきます。とりあえずここからいきましょうか。ユニオンファインド簡単だからいきましょうか。とりあえず、頭から順番に、実装していきましょう。ANM が入ってきます。で、グラフの N、I の N で、AB で、AB で、グラフ A の AB。これもなんか早いか遅いかで言うと、プッシュバックではなくて、エンプレイスバックを、使った方が早いとかいう噂もあるんですが、こういうただの整数入れるときは変わんないんじゃないかなっていう気がしています。オブジェクトの、コピーが走るようなときは、エンプレイスバックの方がいいんじゃないかなと思いますが、わかりません。皆さんは継続してみてください。で、これでとりあえず、グラフは読めたので、ユニオンファインドを、使っていきます。なんだっけ、ユニオンファインド。ディスジョイント、なんとかなんとか。わからん。で、ユニオンファインドで、N。で、一緒にやろうかな。これ最初にやっておいて、ユニオンファインドの、マージで A と B を、マージしていきます。そしたら、この変数名の最後に S をつけると、なんだっけ、英語の
複数形がおかしいやつでハマるからやめた方がいいみたいな話がありますよね。それは S にはならないみたいな。単数でも複数でも一緒なんだよみたいな。まあとりあえずグラフスにしときます。無理じゃないさんこんばんは。いらっしゃいませ。そう DSU ね覚えづらいんですよ。なんかディスジョイントなんとかかんとか3文字はね覚えづらいので、元々の省略の前のやつを覚えたいんですが、そこもね覚えづらいっていう。なので永遠にユニオンファインドです。あれグラフってこれ L だけ R だけ待って待って。グラフって R でいいんだっけ。自信がなくなってきた。調べよう。合っているっぽい。日本人L と R わかんなくなりがちっていう。そして多分これグラフって複数形ないんじゃないのかな。あるのかな。この時にはノーになります。ということで間違いだ。とりあえずこれでここまで確認ができました。そしたら次です。次はそれぞれの連結グラフが木であるかどうかを確認していきます。グラフス良くないかな。グループにしようかな。グループスに変えました。グループスにします。で、それぞれが木かどうかを確認をしていきます。こうして木の数を数えていきます。なんでグラフスやめたかっていうと、こっちのグラフ中に複数グラフ入っているのではっていう謎の気持ちになってきたのでやめました。全部足したら2で割ってこの時にも脳になります。さっき間違えましたがn-1 が m に等しい辺の数に等しいです。ラクラムシさんこんばんは。いらっしゃいませ。そう、実行コマンドにその大なりつけてファイルに出すの試したんですよ。でそれ単独ではできることは確認してて、ただ私このちょっと待ってください。っていう
それでファイルに出せるのは確認してて、ただ、ビジュアルスタジオコードの F5 キーを押したら、自動的に実行できるように設定してるんですが、それとね、相性が悪い。そこにね、ファイルに出力するやつを書いたら、ターミナルに何も出てこなくなって、デバッグ効率がね、終わってしまったので、ファイルに書き出しつつ、デバッグの画面も、デバッグ画面っていうか、ターミナルも出しつつをね、したいんですが、できてないです。はい、ありがとうございます。他に良さそうな案があったら、ぜひ教えてください。できれば、出力も出していきたいんですが、なかなかね、利便性と両立が、コマンド打てばいいっていう話なんですが、ショートカットキーを使いたいんです。っていう、わがままでした。みどりちゃんこんばんは。いらっしゃいませ。みどりちゃんも、この問題、精進配信でいかがですか？なかなかね、骨があると思いますよ。実装の面で。どこまでやったっけ？これで、全部がキーか分かったので、あとは、同型かどうか判定するために、木の中心を求めます。で、中心を求めるためには、中心を求めるんです。なので、これも、再帰関数で、書こうかな。何も考えずに DFS っていう、名前にしがちなんですが、それでいいのかっていう。グラフと、リストと、いつもの、自分のノードと、親のノード。で、リストの、今の場所が、リストの、プレブの、足す1になりますが、プレブがマイナス1だったら、強制的に0になります。そしたらあとは、グラフの、ネクストで、なんかこの辺は、さっきも書いたやつなので、あれですが、親は、無視をし、DFS の、グラフのリストの、ネクストの、カレント。これで、グラフの距離が、1回分出るので、これを2回やって、中心を求めます。
どうしようかな。ツリーセンター。これベクターって何回も書くのめんどくさいな。グラフ外側にグローバル変数に出せばよかったかも。でまあ、別にカレントではないけど、まあ、カレントで、どの部分グラフかを、指定します。で、この、カレントって名前よくないかな。カレントを含む、グラフのセンターを探します。なので、まず、リスト1を、用意しまして、DFS、もうグラフ書きたくないな。これで、1個目のやつが出ます。そしたら、とりあえず Y で置きますが、待ってこれ、N とかないし、グラフのサイズ。はい。で、マックスエレメントで、オールの、リストの位置で、リストの位置のビギン。これで、第1弾の、一番遠い場所がわかります。使い回そうかな、グラフ。リスト。2回分取らなくてもいいような気がするので、使い回します。Y にします。Z にします。待って。使い回せるか。大丈夫。初期化しなくても大丈夫。これで、直径がわかるので、直径ってなんだっけ？わからん。T でいいや。直径は、リストの Z なので、答えは、if t の、モドの2が0だったら割り切れているので、どっちだ？直径が偶数か奇数かの時には、中心の候補が、2個あるはずなんですが、どっちだ？距離が3だったら割り切れないから、中心が2個あるはず。なので割り切れたら中心は1個しかない。ので、これもう一回、これ困ったな。Y から Z に行く一本道を保存しておけばよかった。失敗したな。もう一個引数増やして。
保存しておきます。P っていう、引数を増やして、P の、NEXT のカレント。これでいいかな。で、ベクターのイントの、プレ分のグラフのサイズ。で、名前が良くないな。ポンピンにしよう。こうしておいて、i の p、割る2の、z イコール、p の z。の後の、プッシュバック、z。これは外でやってよくって、てかこれは絶対やるから、外でよくって、not イコール、0だったら、アンスのプッシュバック、p の z。リターン、アンスということで、アンスじゃないか。レッドかな。はーい。というわけで残り時間が全然なくなってきたんですが、これで、機能、中心が1つ、もしくは2つ返ってくるようになりました。ぽよぽよさん、こんばんは。いらっしゃいませ。入力サイクルが2つ、森が2つの時、まるまるもりもりと呼ぶことにします。まるまるもりもりみんな大好き。それにしましょう。次の問題は、タイトルがまるまるもりもりで、よろしくお願いします。よし。これでセンターも分かったので、なんだっけ。これでいいかな。これで、回し直して、よくないな。1個は、固定したいので、レップの i の、2にします。もう3つだって分かってるので。で、違う。その前に全部のセンターが必要だから、それはいいんだ。それは、求める。ベクターのセンター。センターは A3。で、トリーセンターで、グラフで、G の、0、
センターって合ってるかなこれ。綴りが怪しいな。センター、いい意味のような気がします。あー、消えちゃった。この時はエンプレイスバックの方がいいのかもしれない。わかんないけど。これだとトゥリーセンターがベクターを返すので、なんかコピーが、いや、コピーとかいう話じゃないんだよな。コピーは、なんかね、右辺値と左辺値という概念で、所有権が移ることによってコピーが起こりませんみたいな。私は一体何を調べているんだろうって思いながら調べたので、わかりません。エンプレイスバックいつ役に立つのかわかりません。なので、気にしないで次に行きます。で、これでどこまで行ったかというと、連結グラフで木かどうか調べたし、間違えた。で、直径も、求めて、遠い Z 求めて、直径求めて、2分の1したところが中心です。なので、最後のこれを、実装すれば終わりになります。で、最後、同型かどうかですが、ブール、セイム、トゥルー。とりあえず同型なんだよって思っておいて、センターの、どうかな、i プラス1。で、ちょっと待って、さっきの、同型の、これをコピペしてこないと。これがないと話が進まないんだ。これをコピペします。熱機器の、同型判定マシンを、コピペをしました。正確に言うとこれ、熱機器に、名前を付けるマシンなわけですが。で、熱機器に、名前を付けるマシンに、グラフで、グループスの、0の0が、グループの i プラス1と一緒ではなかったら、セイムに、フォルスを代入します。で、ノットセイムだったら、終了します。これでやったー。全部の判定が終わったので、晴れて、イエスを出力することができました。で、問題はテストコードがありません。テストコードじゃないや。テストサンプルが、入力例がありません。なので、皆様から入力例を募集しますって言いながら、そもそもコンパイルが通っていない。なぜだ
DFS で、ここで P が足りない。入力例を、最後10分で、作って、使用していきたいと思います。どういう夏を、作るか考えましょうか。と、とりあえず、イエスになる入力例作りましょうか。1、2、3、4、5、6、7。これ弱いな。入力例として弱すぎるな。ちょっと待って、ちょっと待って。さすがにせめて、これぐらいの方がいいかな。んで、小山さんこんばんは。いらっしゃいませ。自作自演配信をしております。この骨格だけ一緒にして、番号を適当に入れ替えれば、それなりに強くなるのでは。4、5、6、7、8、9、10、11、12。こんな感じで、作ろうかなと思います。なんで、そもそもこれ、辺の数は、6個。6個じゃないや。9個、9個。で、ちょっと待って、見えなくなった。まず、N が12で、M が9。で、1、2、1、3、3、4、8、6、8、7、7、5、11、9、9、12。違う、9、12じゃない。繋がってない、ここ。12、10、9、10。これで多分、イエスの例が、作れたのではないかと思います。コンパイル、して、実行していこうと思います。ダメだ。ノーという、無償な答えが出てきました。なんでなんで待って。1、2、1、3、3、4、8、6、8、7、7、5、11、9、12、10、90。おかしい。こんなはずでは。なんで？どこで終わってるんだろう。まずグループ2個しかないんですが。なんで？ユニオンファインド。何が起きてる？
なんでグループ2個しかないんですけど。なんか繋がってるんですけど。待って待って待って。なんでここしか繋がってないし、ここしか繋がってないし、ここしか繋がってないのに、なんで ?4、5、6、7、8、9、10、11。ありがとうございます。ハルーさん、ありがとうございます。永遠にバグらせるところでした。ありがとうございます。こういうのをね、やってしまいがち。これで永遠に本番の時にバグらせがちです。これ自分一人だと30分ぐらい気づかないんですよね。ちゃんと3つに分かれました。そして木じゃないって言ってる。ちょっと待って木じゃないの？どれが木じゃないの？いや、木でしょ。今のやつ全部木だと思うけどな。血の数を数えるじゃないですか。そしたら6っていうのが出てきて、6割る2は3で、はい。そうです。グル G のサイズ。そりゃそうだ。これで今度こそ。いや、誰だこの問題が。緑とか言った人は。実装が重すぎるんじゃ。多分これで、ダメだ。ちょっと待って、まだおかしいな。6で、4で、間違えた場所に気づいた時にパーみたいな息を大量に吸い込む音好き。つい息を飲んでしまいます。いやー、これもしかしてセンター計算できてない系のバグ？DFS 永遠に回ってるやつだ。なんでそんなことになっているのかというと、なんでだ？なんだこれ？ネクストイコールカレントじゃないよ。ネクストイコールプレブだよ。バグだらけです。コードの至るところにバグが潜んでおります。怖いですね。ちょっとした階段ですよね。いけるのでは？
ここまで来たらもう、ここまで来たらさすがに。ノー。なんでなんで違う。ちょっと待って。そもそもバグってるな。概念的にバグってるな。何が起こってるのかは、さておき。これ20ループ回さないといけないな。ただ、とりあえずこれ、エンコード済みの一覧作ります。何が悪いのかを確認するために。と、こうで、なんだかわかんなくなってきた。こうで、エンコードツリーで、グラフで、うちの A0。私またなんか無限になんかいつもの何かをバグらせてますかね。これでエンコードもしなくていいので、っていうか、ちょっともう、総当たりにした方が楽なので、総当たりにします。計算時間が影響がないなら、総当たりにすべき。違うじゃな。次、コードの、違う。ちょっと待って。頭がおかしくなってきたぞ。30ループなんだよな、これ。回さなきゃいけないの。とりあえずこうで、
だんだんわけがわかんなくなってきましたが、こうで、こうだと思います。なんか完全にむちゃくちゃなコード書いてますが、自分自身とも比較したりしてますが、あ、違う違う違う、間違えた。違う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 。どちらかがトゥルーであればいいので、もう、ちょっと待って、ちょっと待って、だんだんわけがわからなくなー。こうで、こうで、こうだったら、こうで、で、こうで、なんかこの作文の本質ではないところで永遠にハマってますが、これで合ってると思う。全部の、センターじゃないや、木の組み合わせについて、少なくとも、一つは一致する、熱機器が選べる。これでいけるはず。まだなんかノーっておっしゃってるんですが、そんなことある？おかしい。なんで？わからない。何もわからない。なんで？根本的に何かがおかしいです。ダメです。なんでかな？タイムアップですかね、これは。多分ね、わからない。ちょっともうバグがわからないです。多分トゥリーセンターがおかしいのかな。トゥリーセンター02合ってる。67合ってる。89合ってるな。それが合ってるとすると一番肝心のこれが合ってないことになるんですが、なんでわからない。わからないです。時間なので諦めます。皆様、
ぜひこの問題を返信してください。それが、私からの最後の願いです。っていう謎のゲームのエンディングみたいになりましたが、残念ながら、解けませんでしたが、おしまいにします。独自に解きます。というわけで、おかしい点、バグってる点ありましたら、アーカイブにコメントを残してくれるなりなんなり、していただけると嬉しいです。はい。というわけで、今日は、ここまででおしまいにします。また次回、配信でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。